こんにちは。今日の話は、韓国のガールズグループの中で最高等級とされる人気グループ、レッドベルベットの人気メンバー、アイリンさんの暴露が明らかになり、議論を呼んでいます。状況は、ファッションエディターの A さんが自分のインスタグラムに、今日下の位置で1人に徹底的に踏まれてやられた。彼は検証された人間資格、笑い仮面をかぶって生きる操り人形、非社会化した大人の子供の人間性の不在、資格の疑いとコンプレックス、そのすべての欠乏を透明にさらけ出す愚かさ、初めて会った人にそこをそのまま露出する傍若無人と書き込んだことでスタート。正確にどんなことがあったのかは話していませんが、あと誰とは話していませんでしたが、ハッシュタグのヒントとして人々はそれがレッドベルベット、そしてアイリンだと推測しました。最初は一体どんなことなのか一言も言わず、抽象的に表現した内容に人々は疑問を持っていましたが、レッドベルベットと一緒に働いた数人のスタッフの証言が追加されて状況が大きくなりました。思ったより状況が大きくなると、アイリンさんはすぐ自分のアカウントを通じて愚かな態度と軽率な言動で傷つけ誠に申し訳ございませんと謝罪しました。そして所属事務所の SM も今日回答をエディターの方とアイリンさんが直接会って謝罪したとし、メンバー管理にもっと協力するという謝罪文を掲載しました。レッドベルベットはまだとても人気が高い一等級アイドルに分類されますが、来年 SM と契約が終了します。普通韓国でガールズグループは長く持続するのが難しいため、レッドベルベットが再契約をするのか解体されるのか重要な時点でこのようなことが起きたのですが、それに当事者のアイリさんが初めて主演する映画が年末に公開される予定だったことも問題です。まずアイリンさん個人の話ではなく、なぜ芸能人でこのような問題が起きるのか考えてみると、一緒に仕事しながら感じた点は、ものすごい圧迫感を解決する方法がないという点です。アイリンさん個人の守るつもりはなく、芸能人の立場で少し話してみます。私は個人的な経験もありますが、それを排除して私の考えだけを話してみます。すべてのことは僕の思うにはものすごい不安と悪プルから始まります。皆さんの職業が完璧な相対評価だと考えてみてください。そして一仕事に契約を結ぶ契約職なのです。人生がどれだけ不安でしょうか。一緒に働く同僚たちを警戒し、嫉妬し、憎むようになるでしょう。そして自分の努力に対する疑問、将来に対する不安感で眠られないでしょう。最初からすごく人気を持って始める芸能にはあまりいません。そしてそうだとしても不安なのは同じです。世界で一番能力のある人たちがみんな放送局に集まって毎日数百人の新しい人が挑戦しているです。いくら天才で能力者だと言っても圧倒的な人はいません。自分の才能に疑問を持ち、いつ消えるか不安で毎日を生きています。まともな精神で生きていくのが大変です。それに悪質な書き込み、
悪質なコメントの力がどれだけすごいかというと、誰かが私に悪口を言うと、人はまず感情的に腹が立つようになります。それではその怒りをどのように解決しなければならないでしょう。その人に会って、問い詰めたり、喧嘩したり、周りの人に話して私の悔しさを解消したり、その腹を立てるようなある行動をしなければなりません。しかし悪質な書き込みは解決策がありません。ただずっと怒りがたまるです。慣れることができるでしょうか。皆さんはものすごく多くの人が毎日自分の悪口を言っていると慣れてくると思いますが、人は悪口には慣れることができないようです。すると自分の過ちでこうなったのか指摘したり、そうしないでほしいと訴えたりします。心の弱い友達はね、そうするうちにその終わらない生活に疲れて酔さったりもします。そのような圧迫感と悪質な書き込みに苦しめられていると、申し上げたようにある友達は世の中を諦めたりします。けれどもどんな人はそんな生活から抜け出そうともがくのです。とても高い食べ物を食べて、高い車を買って、服を買いながらお金をどんどん使ってみます。ストレスが解消されるかと思って。相手は不法な賭博や麻薬をする人たちもいます。そのストレスを解消しようと愛に執着して話にならない愚かな恋をする人もいます。性的に乱れた生活をする人たちもいます。様々な方法で足をバタバタさせます。私はこのような友達を現場で働いた当時、からかう意味ではなく心配する心を込めて壊れたと表現しました。一度壊れた気持ちはどうしてもそれ以前に戻すことはできないと思います。その壊れた心の状態で変わってしまった形でできるだけ治療をしなければならないと思うだけど、その治療方法は非常に難しく簡単ではないのです。それで今日も芸能人たちの事故が多いようです。だからといって芸能人たちの思考をすべて理解してあげようというわけではありません。アイリンさんの問題もそうです。このような暴露を通じて私たちがお互いを非難する方向に進むより、なぜこのような問題があるのかを振り返り解決する方に行くのがいいのではないかと思います。僕もアイリンさんが悪かったと思うし、暴露した人の表現の通り非社会化した大人、子供の人生不在だと思います。だからその責任はアイリンさん本人がこれから非難されるべきでしょう。アイリンさんがある状況とある理由でそんな行動をしたからといって全てを理解できるわけではなく、またアイリンさんから被害を受けた人たちもそれが大きなトラウマになり大きな記事になるかもしれませんからね。その分はアイリンさんがもらわないといけないと思います。芸能人のようにお金をたくさん儲ければどんなに不安でも、そして悪質な書き込みをされても大丈夫だと簡単に考える方が多いのですが、私はそれは簡単な選択ではないと思います。自分はそんなに悪質な書き込みを受けてそれでもお金をたくさん稼いだら不安になることも傷つくこともないというでしょうが、それでは大気の稼いだ人が自ら去ることがないでしょう。そしてそれが嫌ならやめればいいというが、私たちも会社に通いたくないのに勤めているじゃないですか。世の中に簡単なことはありません。
とにかくアイリンさんは完全に性格が悪いな。悪い人だ。悪口しましょう。一緒に悪口しましょう。の感じは、こんな気持ちになるのは、自然だと思いますが、それが人間で私もそんな気がする時が多いです。しかし、私たちは一度止めて、アイリンさんが間違ったことは間違ったと指摘し、本当に悔やみ、良い人になることを願う気持ちを持とうという願いで、今日の話を終わります。안녕。